こんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。今日もゆっくりリラックスして聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。早速ですが、ゆいさん、今日のテーマは何ですか？ふふ。今日はですね、誰もが毎日直面する問題、朝ごはんについてです。おー、朝ごはんですか。毎日欠かせないテーマですね。あきらさんは朝ごはんはしっかり食べる派ですか？それとも食べない派ですか？僕はですね、絶対に食べる派です。朝ごはんを食べないと一日が始まらない気がします。やっぱり、あきらさんはいつも元気でしっかり食べていそうなイメージがあります。あははそうですか。じゃあ、ゆいさんはどうですか？私は実は食べない派なんです。正確には温かいコーヒーだけ飲む派ですね。なるほど。コーヒーだけですか。午前中、お腹が空きませんか？それが慣れると意外と大丈夫なんですよ。むしろ体が軽く感じます。そうなんですね。今日はそのあたりの違いについてお互い詳しく話していきましょうか。そもそもどうしてあきらさんは毎日しっかり食べるようになったんですか？子供の頃からの習慣が大きいですね。実家では毎朝必ず家族みんなでご飯を食べていましたから。へえ、いいですね。その家族の習慣が大人になってもそのまま続いているんですね。ええ。それに朝ごはんを食べないと午前中頭が全然働かないんですよ。頭が働かないですか？脳のエネルギー不足になっちゃうのかな？そうなんです。集中力が切れて仕事のミスも増えそうな気がして。だからしっかりエネルギーを補給したいんです。なるほど。私とは正反対ですね。私は逆に朝からお腹いっぱい食べるとなんだか眠くなってしまうんです。眠くなる。消化するために体がエネルギーを使っちゃうからですかね。そうかもしれません。それに朝は準備でバタバタしていてゆっくり食べる時間がないというのも大きな理由です。確かに朝の時間は1分1秒が貴重ですからね。ええ。だから少しでも長く寝ていたくてギリギリまでベッドにいる結果、朝ごはんはスキップするようになりました。ゆいさんらしいですね。でも最近は16時間断食とか朝ごはんを抜く健康法も流行っていますよね。そうなんです。私もその考え方を知ってから、あ、無理して食べなくてもいいんだって、さらに自分の習慣が肯定された気がして。なるほど。自分のライフスタイルや体質に合っているからこそ続いているんですね。あきらさんはいつもどんなものを食べているんですか？パンですか？それともご飯ですか？僕は圧倒的にご飯派です。いわゆる伝統的な和食ですね。うわー、和食。毎朝自分で作っているんですか？作るってほどのものじゃないですよ。ご飯に納豆、卵、そしてお味噌汁。これが毎日の基本です。それは素晴らしいですね。タンパク質もしっかりとれていて、すごく健康的です。時間があるときは前の日の晩ご飯の残りの焼き魚とかも食べますけどね。理想的な日本の朝ごはんって感じです。聞いているだけで少しお腹が空いてきました。ゆいさんはコーヒーだけと言っていましたが、お砂糖やミルクは入れますか？いいえ、基本はブラックコーヒーです。温かいコーヒーをゆっくり飲むと、体がしっかり目が覚める気がして。香りもいいですしね。でも本当にそれだけだとお昼まで持たないんじゃないですか？実は最近、コーヒーだけだと少し栄養が足りないかなと思い始めて、プロテインを飲む日もあります。おお、プロテインですか。それはいいアイディアですね。手軽ですし。ええ、牛乳や豆乳に混ぜて飲むと少しお腹にもたまりますし、準備も一瞬で終わるので便利なんです。確かに。それなら料理をする時間がない朝でも無理なく続けられそうですね。そういえば、この前、お互いの習慣をちょっと交換して試してみようって約束しましたよね。はい、やりましたよ。
私は休日の朝に、あきらさんみたいなしっかり和食の朝ごはんを食べてみました。お、どうでしたか？朝からご飯と納豆とお味噌汁、美味しく食べられましたか？頑張って用意しました。味はすごく美味しくて、朝からとても幸せな気分にはなりました。それは良かったです。体調の変化はどうでしたか？やっぱり食べた直後はお腹がいっぱいで動きたくなくなってしまいました。普段朝は食べていないから胃が急に動いてびっくりしたのかもしれないですね。そうですね。でも面白い発見もあったんです。面白い発見ですか？その後午前中に散歩に出かけたんですが、いつもより体がポカポカして体力が長持ちする感覚がありました。おー、それは食べたもののエネルギーが体の中でしっかり燃えている証拠ですね。ええ。だからたくさん体を使う日とか、山にハイキングに行く日などは、朝ごはんをしっかり食べるのもいいなと思いました。なるほど。毎日の決まりにするのではなく、その日の目的によって使い分けるのは賢いですね。あきらさんの方はどうでしたか？食べない生活、実際に試してみましたか？はい、やってみました。平日の朝にブラックコーヒー一杯だけにして会社に行きました。どうでしたか？お腹が空いて辛かったですか？もう朝の10時頃にはお腹がグーグーなってしまって、周りの人に聞こえないか恥ずかしかったです。やっぱりいつもきちんと食べている人には急に抜くのはきついですよね。ええ。それに空腹で集中力が切れてしまって、仕事の資料を読むスピードが明らかに落ちました。それは大変でしたね。やっぱりあきらさんにとって朝ごはんは仕事のパフォーマンスを保つ必須アイテムですね。間違いないです。でもね、一つだけすごくいいことにも気づいたんですよ。何でしょうか？朝の時間がものすごく長く感じられたんです。わかります。ご飯を作って食べてお皿を片付ける時間がないからですよね。そうなんです。いつもより30分以上ゆっくりできて、静かに朝のニュースを見たり、読書をしたりできました。それが食べない派の最大のメリットかもしれないですね。時間に追われない、心の余裕ができるんです。確かにあの時間の余裕は魅力的でした。たまにはあまりエネルギーを使わない週末だけ朝食を抜いてみるのもありかなと思いました。今回お互いの習慣を体験してみて、結局どちらが絶対に正しいというわけではないんだなと感じました。本当にそうですね。一人一人の体質やその日のスケジュールによって最適な選択は変わるんだと思います。ええ、大切なのは世間の常識やルールにとらわれず、自分の体の声を聞くことですよね。体の声を聞く、いい言葉ですね。具体的にはどんなことですか？例えば、前日の夜ご飯を遅い時間にたくさん食べた日は、翌朝無理して朝ごはんを食べる必要はないと思います。確かに。そういう時は少し胃腸を休ませてあげることも大事ですからね。逆に少し疲れが溜まっている時や風邪をひきそうな時は、食欲がなくても温かいスープくらいは飲んで体を温めるのが良さそうです。そうですね。毎日同じことを繰り返すのではなくて、そういう柔軟な対応ができるのが一番健康にいいのかもしれません。あきらさんはこれからも毎朝ご飯と納豆の生活を続けますか？もちろんです。僕にはやっぱりこれが合っています。でも少し食べ過ぎないように量は調整しようかなと思いました。腹分目ですね。私もコーヒーだけでなく、たまにはプロテインやフルーツを取り入れてみようと思います。お互い今の習慣をベースにしつつ、少しずついい方向にアップデートできそうですね。あと、年齢とともに朝ごはんの好みや食べられる量も変わってきませんか？それはすごく感じます。学生の頃は朝から焼肉でもカツ丼でも食べられそうでしたが、今は絶対に無理です。朝から焼肉は若さの証拠ですね。
私も昔は甘い菓子パンやチョコレートをよく朝に食べていました。菓子パン。美味しいですけど、朝から食べると血糖値が急に上がって、後ですごく体がだるくなりそうですね。そうなんです。だから今は朝から甘いものは避けるようになりました。体が求めるものが自然と変わってきたんですね。週末と平日で朝ごはんのスタイルを変えるのもいいですよね。平日は時間優先、休日はゆっくり楽しむとか。休日のブランチいいですね。遅い朝に起きて美味しいパン屋さんのパンと入れたてのコーヒーをゆっくり味わう最高の時間です。僕も休日は少し手の込んだオムレツを作ってみたり、普段飲まない紅茶を入れたりします。うわー、素敵です。毎日のルーティーンは効率重視で、休日は食事の時間を楽しむ。メリハリがあっていいですね。結局朝ごはんは単なる栄養補給じゃなくて、一日の始まりを告げるスイッチや儀式みたいなものかもしれませんね。儀式、まさにそうですね。自分にとって一番心地よいスタートを切るためのとても大切な時間ですね。さて、今日は朝ごはんを食べる派、食べない派についていろいろとお話ししてきました。リスナーの皆さんはどちら派でしょうか？それとも私たちとは全く違うオリジナルな朝の習慣がありますか？皆さんの朝ごはんの定番メニューや朝の時間のこだわりがあったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。あきらさんのように納豆には何を混ぜるかとか、私におすすめのプロテインの味なども知りたいです。このチャンネルではこれからもこんな風に日本の日常や文化、生活習慣について楽しくお話ししていきます。今日のエピソードが面白かったな、役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が私たちのチャンネル作りの大きな励みになります。あ、そうだ。今日の私たちの会話のスクリプトはコメント欄の一番上に固定してありますよ。わからない単語があったらチェックして、日本語のリスニング練習にどんどん役立ててくださいね。声に出して一緒に読んでみるのもおすすめです。それでは、今日も最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん、今日も良い一日を。さようなら。さようなら。